どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースの正体、最終結論です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピースを読む楽しみが損なわれると感じる方や、コミックス派の人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは結論からいきましょう。数年前から考えているように、僕が考えるワンピースの正体とは国です。滅ぼされたある巨大な王国の跡地。それこそが莫大な宝。ワンピースとは何か？ワンピースの正体はホニャララでしょう。と様々な面白い考察、楽しい考え方があるでしょう。それらはセンセーショナルでどれもがありえそうですが、しかし、白ひげのセリフは無視できません。白ひげはワンピースを誰かが見つけた時、世界がひっくり返ると言っています。そのことを世界政府は恐れているとも言います。つまり、ワンピースが発見されてしまうと、空白の100年の謎が暴かれ、そして天竜人たちの秘密もバレてしまうのでしょう。天竜人の秘密はこちらの動画で、ゲダチとゴローが風呂を作っていたなら、イム様とゴロー星は風呂を作っていると考えました。そんな偽りの神、歴史がワンピースが発見されると世界にバレてしまう。さらに白ひげのセリフを注意深く読み取ると、D の一族の誰かが数百年分の歴史を全て背負って世界政府に巨大な戦いを挑むとも言っていました。その D の一族をロジャーは待っていると言い、白ひげ曰く、それは黒ひげではない。それはルフィではないか、と白ひげは感じているようでした。失われたワンピース、D というかけらが埋まって、ワンピースはダンピース、完成品になる。つまり、ワンピースを見つけて、歴史の全てを知ってから巨大な戦いが起きる。ワンピースを見つけたら、そこで最終回ではないのかもしれません。むしろ、ワンピースを見つけてから戦いが始まる。これは話数の語呂合わせからもわかるかもしれません。小田先生は2019年11月に、ワンピースはあと5年で終わると答えています。当時のワンピースは月に4回の連載ペースですから、年間48話分進んでいきます。それが5年分ですから、48話かける5年は240話分。これが最終章のプロットでしょうか。2019年11月時点での連載話数は960話でした。となると、960話足す240話は1200話。1200話前後で最終回でしょうか。コミックスに換算すると、例えばこんな感じでしょうか。コミックスは1回につき10話から11話収録されて進んでいきます。しかし、ポイントは最終話や最終巻ではありません。僕が考えるポイントは、ワンピースの語呂合わせです。ワンピースの語呂合わせは、ワンピース1114。つまり、1114話が一つ目のワンピースです。そして数年前から言ってるように、一つなぎの語呂合わせは、一つなぎ。1127。つまり、1127話でしょう。それはノーランドが、ジャヤで島を見失った年、開園歴1127年に対応する年号と同じです。こちらの動画でも考えたように、ノーランドとロジャーは表裏一体であり、1127話でおそらくラフテルやワンピースと繋がると考えます。そして歴史の全てを知ったルフィたちが世界政府に巨大な戦いを仕掛ける。それこそが麦わら大船団たちが巻き起こす一大事件でしょう。次にこちらの動画では話数の一つなぎという理論を考えました。それは1000話以降の同じような話数には何らかのつながりがあるという理論であり、その理論から言えば最終章はリトルガーデン編、ドラム王国編、そしてアラバスタ編とリンクしていくでしょう。ドラム王国編とアラバスタ編では国とは何か、国がテーマとなっていました。続いては国について考えましょう。まず、ワンピースとはロジャーが手に入れたものの総称です。つまりワンピースは一つではありません。それは富、名声、力、この世の全てです。そんなワンピースを見つけたロジャーたちは持ち帰ってはいません。つまり持ち帰れないほど莫大な宝なのでしょう。それこそが滅ぼされた王国の跡地だと考えます。そしてレイリー曰く、我々は歴史の全てを知った。歴史の全てを知る方法はもちろん一つ。真の歴史の本文、リオポーネグリフです。まずそれがラフテルにあるでしょう。ロジャーが太古の意志を繋いだ、まさに一つなぎの大秘宝です。そこから空白の100年の歴史を知ることができます。それはクローバー博士がたどり着いた仮説、滅ぼされたある王国、その跡地こそがラフテル。ワンピースではほとんどの島が国か都市です。島イコール国か都市。故にラフテルイコール滅ぼされた国、都市でもおかしくはありません。ロジャーがワンピースを見つけた島の名前をラフテルと名付けたのは967話。その後、ロジャーが帰還したのはその次の968話。968話の話数の語呂合わせはクローバー。クローバー。
クローバー博士と繋がっています。ちなみに、コミックス96巻では、967話と968話の間に、ナミはなぜオレンジやみかんが好きなのかという読者の素朴な質問に答えていますが、これはもしかすると以前考えたワンピースのダジャレ、ワンピースに D を足すとダンピース、完成品ならば、ワンピースとはつまり未完成、みかんです。みかんイコールワンピースのダジャレを匂わしているのでしょうか。このみかんについては動画の後半でも考えましょう。とにかく滅ぼされたある巨大な王国の跡地がもしもワンピースの正体なら、それはいわば一つなぎの大秘宝ならぬ一つなぎの大秘宝、笑い話、ラフテルの島にある悲しみです。これは人造悪魔の実、スマイルの原料が SAD、悲しみだったようにです。そしてワンピースのピースとは一つのかけらという意味もありますが、もう一つ曲という意味もあります。ワンピースとは一つの楽曲という意味。そして曲といえば、もちろんビンクスの酒でしょう。果てなし、果てなし、笑い話。滅ぼされた跡地がもしもワンピースの正体なら、その跡地にロジャーはリオポーネグリフを残してきた。さらにロジャーは愛刀エースもラフテルに残してきたかもしれません。その愛刀エースをゾロが手にすれば、ロジャーの愛刀エース、オデンの愛刀エンマ、クイナの愛刀、和道一文字、この3人の死者の刀が3つ揃い、それはまさに受け継がれる意志を表します。俺が消えても俺の夢は叶う。さらにラフテルにはジョイボーイが残したポーネグリフがあるでしょう。そのポーネグリフを読んでロジャーたちは大笑いしていました。この時ロジャーはジョイボーイと同じ時代に生まれたかったと言ってるので、海賊がやることといえば1話でルフィが見たように酒と肉によるどんちゃん騒ぎでしょう。こちらの動画ではジョイボーイのポーネグリフはワンピースとはあまり関係がなく、ジョイボーイには借金、つまり宝払いのツケが残っており、自分が死んで骨だけにはなるが宝払いのツケが払えないから飲み屋の女将に怒られちまうみたいなことがポーネグリフに書いてあると考えました。つまりジョイボーイは宝払いのツケと願いを叶えられなかった夢のツケがあると。そのジョイボーイの謝罪文にロジャーたちは泣きながら笑い、最後の島を笑い話と名付けたと考えました。それでは次に、ワンピースがもしも滅んだ国だったとしたら、それはどんな国なのか、こちらも考えましょう。ワンピースについてロジャーから聞いたであろう白ひげは、その後マルコに神の国について語っています。レッドラインの上には、その昔マリー・ジョアではなく神の国が存在したと。おそらくこれがクローバー博士がたどり着いた滅ぼされたある巨大な王国でしょう。そこには発火する種族、ルナーリア族が住んでおり、人々に神と呼ばれていましたが、900年前にルナーリア族はおそらく天竜人たちに滅ぼされ、奴隷にされたと考えます。ルナーリア族のキングが世界を変えてくれると期待していたジョイボーイの伝説とは、フーズフーが語っていた太陽の神ニカの伝説と同じでしょう。太古の昔に奴隷たちがいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士、太陽の神ニカ。ジョイボーイイコール太陽の神ニカ、つまり現代ではルフィのことです。こちらの1年前の動画ではルフィイコール太陽の神ニカであると考えました。そんな神の国が語られた1023話のタイトルはウリ二つとなると、神の国と呼ばれた国はもう一つあります。空島スカイピアも神の国と呼ばれていました。つまり太古の神の国と空島スカイピア神の国はウリ二つ。空島では黄金都市、町こそが宝であり、バース、大地も宝であると言われていました。そのバースとは神の島、アッパーヤードのことです。神の国の神の島。それとウリ二つなのがラフテル。ラフテルとは神の島。ワンピースとは神の国のかけら、神の島。そしてピースとは曲ですから、それは神の曲。275話のタイトルは新曲と書いてディビーナコメイディア。ディビーナコメイディアとはダンテの新曲。ラテン語で神聖なる喜劇。それはつまり笑い話です。ワノ国編が歌舞伎の舞台だったなら、ラフテルは喜劇の舞台。そこにはダンスを踊る舞台もありそうです。そんな275話ではシャンディアたちがポーネグリフの話をしており、時の闇に消えたという神の島について話しています。白い翼の月の民、シャンディアの故郷はジャヤであり神の島です。それとウリ二つなのが黒い翼のルナーリア族の故郷、神の国でしょう。その一部、一かけらがラフテルだと考えます。だからワイパーとキングの風貌は似せて描かれている。レッドラインに存在した神の国の一部が崩れ落ちて、神の島は海に沈んだ。神の島が開園歴1127年にジャヤから空へ打ち上がったなら、1127話では神の島であるラフテルが海に沈んだことが明かされるかもしれません。
探してみろ。この世の全てをそこに置いてきた。そことは海の底。ラフテルは海の底にある。それはこちらの動画でクジラに飲み込まれていると考えました。そのヒントになりそうな回は900話。タイトルはバッドエンドミュージカル。それは喜劇の終幕。歌を歌うビッグマムの口の中には墓地がありました。そんな900話の話数の語呂合わせは食われるです。900話の扉絵ではルフィがクジラに餌を食われています。そのクジラは3つの正義の門に囲まれたタライ海流の中央にいるかもしれません。そうすれば海の底に燃えて沈んだメリー号の残骸がラフテルにたどり着き、ウソップへのご褒美になる。そしてラフテルに滅ぼされた神の国の一部、神の都市がある。それこそがワンピース。町こそが宝。このプロットは14話でもわかります。14話のオレンジの町の町長ブードルは町こそが宝だと言っていました。14話の14とは意志。意志は受け継がれる意志。意志はポーネグリフ。秘宝。秘宝はワンピース。ピース。そして都市こそがワンピース。さらに僕はこちらの動画でルフィの能力、幻獣種ニカとはインド神話のゴムの木、バニヤンツリーの神様、ゴムの木の白い天然樹脂の幻獣だと考えています。モルジブでニカとはゴムの木という意味です。そう、それは樹脂、ゴムの天然樹脂、ラテックスの幻獣の可能性。それは1話から全て仕掛けられている。ワンピースマガジンで公開された1話の初期プロットでは、ピースメイン、ジュース、同志など14の語呂合わせをいくつも確認できるからです。特にジュースと同志には違和感があるでしょう。ちなみにライバル黒ひげのイメージ動物はヒッポー。黒ひげも14、ヒッポー、カバです。そんな14話の町長ブードルが守っていた町はオレンジの町。オレンジイコールみかん。みかんイコール未完成。それはワンピース。オレンジの町にはなぜかクジラの噴水がありました。さらにブードルは死を恐れぬ一本の槍を持っています。空島の元神様ガンフォールも一本の槍を持ち、シャンディアのカルガラも一本の槍を持ち、太陽の神ニカも一本の槍を持っています。それでは次に、もしもワンピースが国だとしたら、それがどうしてルフィのご褒美になるのか、こちらを考えましょう。褒美の語呂合わせは秘宝の反対、褒美。14からの41。ワンピースの正体がもしも国なら国。92の反対は肉。秘宝の反対は褒美。国の反対は肉です。国と肉のシンプルなダジャレ。このダジャレはもしかすると子供の頃のルフィがエースとサボの前で夢を叫んだ時に着ていた謎の T シャツ卵事件のアナグラムでしょうか。アナグラムとは文字列を変更することで別の意味が浮かび上がる言葉遊びです。アナグラムの仕掛けは映画ダヴィンチコードやハリーポッターのボルデモートで仕掛けられていましたが、卵事件をアナグラム変換するとメイクジョーキン、冗談を言う仲間、もしくはミートジョーキン、肉の冗談。ワンピースはもしかすると冗談を言い合える仲間たちが宝であり、肉の冗談、それは国である可能性。確かにルフィは常に肉を欲していますが、ルフィは222話でジャヤを肉の国だと言っていました。もちろんジャヤとは神の島の片割れですから、やはり神の島イコールラフテルかもしれません。ルフィたちがたどり着いたジャヤの町はあざけりの町、モックタウン、つまり笑いの町でした。ラフテルを連想させます。しかし肉の国とは何でしょうか。意味がよくわかりません。これはおそらく肉イコール宴でしょうか。ラフテルでは神の島アッパーヤードで行ったように肉を食いながらキャンプファイヤーの宴をしそうです。そのキャンプファイヤーの後にロビンは神の島で黄金都市とポーネグリフを発見していますから、ラフテルではおそらくリオポーネグリフを発見するでしょう。そこでロビンは歴史の全てを知る。もちろんそれはロビンへのご褒美です。小田先生は過去にワンピースの正体について、自分たちの成長みたいなものではなく家族の絆みたいなものでもない、あれだけ頑張って冒険したんだからきちんとご褒美はあげないと答えています。つまりワンピースとはルフィたちへのご褒美です。金銀財宝が好きなナミがいますから、ワンピース、つまりその都市には黄金都市のように金銀財宝もあるでしょう。しかしそれだけでしょうか。他にもご褒美がありそうです。空島の神の島アッパーヤードはあの後遊園地ワゴームランドになっています。ワゴームランドのシンボルは一本の槍を持ったウソップ。
そう、ラフテルとは、神の島であり、古代の都市であり、古代の遊園地でもある。ラフテルの語呂合わせは、通常、ラフテル62106ですが、これに似た話数は、620は憧れの遊園地。このシャボンディ諸島の遊園地は、魚人たちの憧れであり、アーロンはその遊園地の造形を真似して、アーロンパークを建造していました。そんなアーロンは、92話で帝国を作ると言っています。92話の語呂合わせは、もちろん、国です。92話のタイトルは、幸せ。そして遊園地とは、魚人たちの憧れですから、白星と約束した森でお散歩する森とは、その遊園地、ラフテル。遊園地の発祥はデンマークの森林公園です。その遊園地を見たルフィは、もしかすると、俺が全部買うと言うかもしれません。ガイモンはルフィに世界を買っちまえと言っていました。さらにルフィは子供の頃、ルフィの国を作っていました。そこへ魚人たちが移住する。それこそが太陽の元へ。そして遊園地にはピエロが付き物ですから、バギーもそこにいそうですが、そんな神の島、夢の島、ラフテルの遊園地に対応する話数は1168話でしょうか。1168話に対応するであろう。168話のタイトルは、夢の街、レインベース。計算通りなら1168話が収録されるのはワンピース114巻でしょうか。以上です。まとめましょう。ワンピースとは滅ぼされたある巨大な王国の跡地。それはかつてレッドラインに存在した神の国の一部、ひとかけらの神の島であり、同時に夢の島、遊園地であり、そこでルフィは白星とお散歩をする。魚人島は滅びつつも、魚人たちはラフテルへ移住する。その場所とは3時の夢、オールブルー。一つはすべて、すべては一つ。ちなみに僕がこの考察にたどり着いたのは先々週ですが、念のため Google で検索したところ、同じようにラフテルイコール遊園地であると2020年に考察しているブログがありました。スピードでは負けましたが、そこまでに行き着くロジックはある程度この動画でできたのではないでしょうか。ラフテルイコール滅ぼされたある巨大な王国のかけら、ワンピース。ラフテルとは、ラフテール、荒々しい尻尾、クジラの尻尾。ハワイの船乗りの伝承では、クジラの尻尾を見ると幸せになれると言います。タイトル、幸せは92話、国。それは1192話、いい国作ろう。ラフテルとつながるかもしれません。神の国から分離したひとかけらの島。そこは夢の島であり、遊園地もある。日本で夢の島といえば、ゴミ処理場を埋め立てて作った東京湾の人工の島、夢の島が有名ですが、ルフィが育った場所もゴミ山グレイターミナルでした。以上です。考察は当たるも八卦、当たらぬも雷鳴八卦なのでご容赦ください。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース。